はい、こんにちは、もんちゃんです。よろしくお願いします。今日は海外に行ってきた導入編動画です。よろしくお願いします。で、今回はベトナムのフーコックに行ってきましたので、こちらをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい。で、こちらの動画は、水曜日ですね。今日、フーコックに行ってきました動画が上がりまして、今週の金曜日と来週の金曜日に2泊分ですね、ホテルの紹介動画上がりますので、ぜひご覧ください。で、ホテルのみに興味があるっていう方は、金曜日の2つを見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、こちらの動画は、動画の内容としましては、まず、フライトですね。どんなフライトで、どんな風に行ったかっていうことと、フーコックで泊まったホテルのご紹介。で、フーコックの気になる観光地とか、行った観光地と、その時の感じたこととか治安とか、言語のこととかを少しお話しして終わりたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では早速行こうと思います。まずフライトですが、フライトは日本から、羽田からですね、羽田から、ホーチミンまで JAL で行き、ホーチミンからフーコックまで国内線に乗り換えて行ったっていう感じですね。で、日本からの行き方としましては、これ以外にベトナムのハノイ経由ですね。ハノイに飛んで、ハノイからフーコックに行くっていうのと、インチョンですね。韓国のインチョンからフーコックまでは1本で行けるので、インチョンに飛んでから、フーコックに飛ぶっていうのが、この3つぐらいが主かなと思います。で、もしかしてね、日本で人気が出てくると、これはいつかのタイミングではね、直便ですか、直行便を、JAL さんか ANA さんに出してもらえるといいなと思いますが、まだね、これはないので、この3つかなと思います。はい。で、私は、羽田からホーチミンに飛んで、ホーチミンからフーコックに飛んだわけですが、今回ラウンジは、羽田空港で、ファーストラウンジでカレーを食べたので、今回ね、カレーを出そうと思います。はい。で、ホーチミンの空港で、プライオリティパスでね、入れるラウンジがありましたので、こちら、こんな感じの雰囲気だったっていうのと、食べ物ね、台取れたかなと思いますので、載せようと思います。はい。プライオリティパスもね、あると便利なので、行った時は、ご紹介できる時はしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、泊まったホテルは、インターコンチネンタルさんとリージェントさんに泊まりました。で、こちらは両方とも IHG グループですので、インターコンチネンタルさんが属してるグループも当たり前かなんですけど、はい。で、ホテルのカテゴリーとしましては、インターコンチネンタルさんも高級なラインだと思うんですけど、その一つ上のね、一番上のラグジュアリーのラインにあるのが、リージェントさん。で、日本国内ではないので、ちょっとね、これも気になっていたんですが、はい。行ってきました。で、泊まったね、印象ですが、2泊総じた印象は、この2泊をね、選んでよかったなということで、どちらのホテルも素晴らしかったです。で、ちょっとね、テイストが、リージェントさんはよりラグジュアリーで、インターコンチネンタルさんの方が、なんて言えばいいのか難しいですけど、行きやすいって言っていいのかわかんないんですけど、家族とかでもね、ちょっとワイワイ行きやすい雰囲気だったなとは思いますが、こちら細かいことは、ホテルの紹介の方でね、見ていただけたらと思いますが、どちらも素晴らしいホテルで、施設も日本では感じられないスケール感があり、ホスピタリティとか食べ物とかもね、良かったので、はい。このホテル動画を見ていただければ、今、フーコックに興味がない方も、フーコックにこんなところがあるのかってなるんじゃないかなと思いますので、ぜひご覧ください。こちらはね、どちらも裁縫したいなと思います。はい。で、この他、どんなホテルがあるかで、私が迷ったホテルが2つありますので、1つは、JW マリオットのフーコックさん。で、もう1つはプルマンさんですが、こちらね、JW マリオットさんの軽い写真とプルマンさんの写真は公式からね、お借りしてこようかなと思いますが、はい、こちら2つもちょっと気になったので、次回はね、行くとなったら、こちらもね、行ってみたいなと思いますが、行った方いたらね、またコメントとかに良かったよとか、もしくは良くなかったらね、良くなかったよっていうコメントもいただけたらと思いますが、はい、感想を聞きたいなと思いますので、
コメントください。はい。で、フーコックは、まあ、島なんですが、地図でね、見ていただくとわかるんですけど、ほぼカンボジアで、地図を見ただけならこれは、ベトナムという感じしない、こうね、位置にあるので、まあ、ベトナムが長くて、カンボジアってここ、みたいな感じなんですけど、島ですね。フーコック島あるんですが、こちらの島は、今まさにリゾート開発真っ只中ということで、だいぶね、ホテルも増えてきて、っていう感じですが、まだね、建築中のホテルとか結構あったので、注目です。で、まあ、海も綺麗なので、ホテルからどんな海が見えるかとかも、ホテル動画の方でご紹介してますので、ぜひ見てください。素敵なね、とこかなと思います。で、ホテル以外の観光としましては、こちら2つね、注目のところがあるので、公式の写真とかでご紹介しようと思いますが、まず、巨大なサファリパークあります。なので、ちょっとね、写真があれば載せようと思いますが、日本の富士サファリパークの何倍も敷地があるようなサファリパークがありますので、動物好きな方、まあ、動物好きじゃなくてもね、こういうの面白いかなと思いますので、長期滞在して、長期滞在、まあ、2、3泊ですかね、して、中身でね、こういうとこ行くのも面白いかなと思います。注目のサファリパークですね。で、もう一つが24時間営業の複合リゾート施設みたいのがあって、カジノも入ってる施設がありますので、大人のね、楽しさもあるかなと思います。ショッピングモール、カジノとホテルが入ってるような複合リゾート施設がフーコック島にありますので、こちらも注目かなと。まあ、カジノ好きな方もね、いらっしゃると思いますので、ただ24時間カジノやるとなるとね、勝てる方はすごいでしょうけど、負ける方もすごいと思いますので、ご利用は計画的にですかね。ということで、こんなお子様、家族連れでも楽しめる、はい、はいとか言ってますけど、サファリパークですね。あともう一つ、今回行こうと思ってて行けなかったのが、世界最長のロープウェイあります。こちらね、今回時間がなかったので行けなかったんですけど、次回こそは行こうと思うんですが、はい、ということで、こんな楽しみポイントもある、今、ホットですね。はい。これから私の予想だと、このフーコック島は、アジアでもね、こう、日本からも注目のリゾート地になるんじゃないかなと思いますので、もう、だいぶ流行り出してると思うんですけど、今ね、まだホテルの価格が上がりきっていないので、チャンスかなと思いますので、ぜひ行ってみてください。で、こう、行き方とか、フライトとか気になることありましたら、こちらのね、YouTube のコメントでも構いませんし、YouTube のコメントはね、出しちゃうと出てしまうと思うので、インスタとかでメッセージとかいただいてもいいので気になることありましたら、質問も遠慮なくください。はい。で、フーコック島の治安とかですが、まず治安は、まあ、とても良いと思います。で、ホテルと街とかがすごく離れているので、ホテルから街まで歩いていくとかはあまりないと思いますので、夜とかね、出歩くっていうことは、その複合施設、リゾート施設とかに行かない限りはホテルにいると思うので、治安を気にするところはあまりないかなと思いますね。はい。で、ちょっとね、こう、空港からホテルまでの移動の最中に感じたのは、バイクが多いっていうことと、フーコック島の物価はものすごく安いっていう感じなので、地元のね、果物とかを買って食べるっていう方は、ちょっと歩いて、並んでるね、市場とかで買うと、かなり安い金額で果物とかを買えるのかなっていう感じがしました。で、言語ですが、フーコック島に着いてからホテルまでタクシーで10分15分ぐらいの距離感だったと思うんですけど、ウーバーじゃない、クラブでしたっけグラブでしたっけちょっと今ね、携帯あるんで、携帯で、なんていうアプリですかね、タクシーの中東でグラブですね。グラブなのかグラブって発音するのかちょっと不明ですけど、で、予約して行ったんですが、タクシーの運転手さんは英語通じません。もちろん日本語も通じないので喋れません。っていうのはね、ちょっと分かったので、これは、まだね、観光地化しきってないかもですけど、これもね、海外旅行っぽくって私ね、好きなので通じないっていう楽しさもありました。はい。ということで、タクシーは現地に行って、現地の方に交渉するっていうのがちょっと難しい気がするので、アプリとか使うのがね、いいかなと思います。あとは、空港にはね、タクシーの勧誘の方はたくさんいるので、そういう方は英語通じると思いますが、直接交渉はね、なかなか現地の言葉話せない方は難しいと思いますので、アプリとか使うのがね、いいかなと思いました。
はい。ということで、今日は私がね、ホテルに行ってあまり観光をしていないということもあり、話がそんなに長くないですが、まあいいですね、こういうのもあって。はい。ということで、今回は、フーコックにあるインターコンチネンタルさんとリージェントさんに泊まってきましたので、ここからね、2週ホテル紹介したいと思いますので、そちらもご覧ください。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。失礼します。